誰かの責任なのか。あいつか。それとも俺か。バカバカしい。炎は消えるどころか。深く赤く燃え広がってゆくのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、トヨタガズーレーシング TS050 ハイブリッドを製作しますよ。大好きな耐久マシンのキット。2025年現在でも新品購入できるのが素晴らしい。デカールは信頼のカルトグラフ製。これだけでも価格が上がるのは仕方がないのだと痛感します。高難度キットと名高い噂はかねがね伺ってございます。80年代のプロトタイプよりも全面投影面積が増えているように感じるフォルム。独特の世界観を楽しむことができそうです。タイヤは超扁平。さすがに綺麗な状態なので作業がはかどりそうですね。ボディパーツはバラバラというよりも粉々。やけに小さく感じるウィンドウクリアパーツ。その癖数も多いので嫌になります。シャシー関連は2枚のランナーがございます。エンジンは簡素化されているようです。作るのが楽ですね。さすがカルトグラフ製デカール。プラモ界隈のアルマーニといったところでしょうか。世界の模型ビルダーが土下座するレベルの品質。ひっくり返すと驚愕の光景。マスキングシートの主張が強いですね。説明書を開いてすぐに高難度の指示が飛び込んできます。複雑に入り組んだボディワークを再現したタミヤ様の傑作です。必要な塗料が数多くリストになっていますが、こんなものは適当で良いのでそれっぽい色で塗ってください。解説書は相変わらずの開業がない系。裏にはタミヤ様には珍しい配色図がデカデカと載っていました。極小パーツも多いので細心の注意を払いながら製作スタートでございます。不思議な形で分割されています。最初見たとき駆け落ちているのかと思い焦りました。先が尖っている方が空気の抵抗を減らせそうに思うのですが、この丸みを帯びた形こそが最新のテクノロジーなのでしょうね。ランナーと勘違いしてカットしそうな形状。よく説明書を確認しながら進めてください。ボディパーツはまさにバラバラ。ですがタミヤ様の技術のおかげで深刻になってはございません。これをすべて裏打ちすると考えると気が狂いそうでございます。下準備でさえ歩き遅いできます。そして集中力が散漫になった時にやらかします。このパーツの下部に爪があるのですが、もう一つのパーツは見事にカットしちゃいました。まあなんとかなるでしょう。やけに可愛らしいショートホイールベースのマシンになりましたね。ディフォルメされた超ショートサーキット仕様でしょうか。セミグロスブラックのパーツ群、2枚のランナーで構成されています。これだけ見ているとフォーミュラキットと区別がつきませんね。重量感すら溢れ出るデザインのホイール。実際はとんでもなく軽いのでしょうね。わらわらと湧き出てくるようにパーツが押し寄せてくるキット。下準備しているとうとうと睡魔に飲まれてしまいそうです。今寝てしまえば夢を見ます。
でも今頑張れば夢が叶います。今日は歩くのをやめれば明日は走ることになる。茨の道を行くカーモデラーたち。痛みの上を歩むのがお好きなマゾヒズム集団でございます。裏打ち用と言っても過言ではないタミヤ様のフラットブラック。欲しい時に限って売り切れており欠陥はピクつくこともございます。完成したキットの箱は粉砕して捨てるのですが、説明書と余ったデカールはファイルに保管してございます。コメントで質問をくださった時に見返すことがありますが、説明書を開くだけで案外思い出すんですよね。フォルダは3冊目に突入しており、多くのキットを仕上げたのだと実感します。2018年にルマンを制した TS050。トヨタが威信をかけたマシンを模型として再現します。部品数は200点以上。カーモデルに不慣れですと少々スパルタなキットです。ですがタミヤ様の高精度な設計で構成されており、頑張ればできるギリギリのラインを狙ってくることが想像できます。サディスティックなタミヤ様の思惑を軽く回避するように、私もバレない程度に手を抜いて仕上げるのが精神を守る術。すべてが完璧ではない世界。何も完璧なものなどないのでございます。と自分に言い聞かせてサボる理由を探すのでございます。フラットブラックの裏打ちもラピッドシンナーのおかげですぐに乾きます。このキットはとにかく色別に一気に塗らないと面倒なことになります。なんじゃこりゃ。カナードは年式によって形状が異なるようです。ここをカットしろって本気でおっしゃっておられるのですかタミヤ様。しかも使うのは薄っぺらい方と書きでも狂いましたか。どう考えても別パーツつけとけよ。こんな小さなカナードもカットしろとのこと。これは拷問官養成所時代を思い出します。無知のリズムで歩いたろうが。重ねた手は固く分厚い手袋越し。希望とは叫び声のない静寂だ。壁に刻まれた血の落書きが今でも心に残っています。同期だった大島くんや藤見くんは今頃どうしているだろうか。美人で有名だった長谷川さんはどうしているだろうか。戦車の砲塔に腰掛ける女子生徒会を補足すると息巻いてたのが懐かしい。あの春、私たちの心に鉄の花が咲き誇りました。思い出にふけっていると拷問も終わっていましたね。いつでも思い出せるように拷問の傷は隠さずに進めます。数日間に及ぶ長い下準備が終わる頃には梅雨が訪れました。ガイアノーツ様のアルティメットホワイト。いつまで経っても大瓶を出さない不屈の精神。どんな罪も塗りつぶしてしまう強力な隠蔽力。裏打ちの飛び散った黒もなかったことにしてくださりました。闇を隠し持つ姿は美しいのでございます。ここにうつらと塗り分けラインが刻まれています。説明書の初っ端からこの指示が飛び込んできます。プラモ初心者なら確実に箱を外地案件ですね。ここだけマスキングシートが用意されています。
これを見るだけでこれからの拷問を想像してぶっ倒れるモデラーが多そうです。ほとんどが3次元局面に貼り付ける高難度。そしてカットしてくれてないという地味な嫌がらせ。くぼんだ箇所や隙間にはマスキングゾルで対応します。タミヤ様の説明書とは思えないほどの複雑な指示。完成した姿を想像できないと工程が理解できません。本当にこれで良いのか不安がよぎります。フロントカウルも複雑な塗り分けが必要。マスキングシートとカラー指示が入り混じり暗号のようです。こちらも次の一手につながる重要な位置合わせ。常に曲線によるマスキングのシワと格闘しなければなりません。ボディ関連のマスキングシートはすべてこなすことができました。この不格好なマスキング処理、難解な工程から焦りと戸惑いが溢れ出てございます。本来ならブラックとセミグロスブラックの塗り分けがございます。この時点ではブラックだけで塗装して、気が向いたらクリア後にセミグロスブラックを上塗りしようと思います。類のブラックで染め上げます。特にこだわりはないので普通のブラックでも構いません。黒猫の瞳は夜の静寂に灯る小さな月。その水晶のように澄んだ瞳で、私たちが想像もできない歴史の移ろいを見てきました。海が裂けて箱舟が命を運んだ日も、空に浮かぶ街で星と踊った日も、火に焼かれる魔女たちの嘆きを聞いた夜も、忘れられた真実の証人として見届けてきました。その傍らにはいつも主がいて、今夜の晩ご飯は高級猫缶がいいなと要求してくるのでございます。次はどこへ行くのかな。あなたは気ままに生きる美しき四足獣。そっちに行くと目のビプラがあるから気をつけてね。24分の1スケールとは思えないほどに小さなウィンドウパーツ。何から何まで高難度な作業が続きますね。カーモデルを始めたモデラーの心を最初に砕いてくるのが窓枠塗装。見た目はただの細い線。黒く塗るだけなんて楽勝と思っていた時代が私にもございました。筆で塗ろうと思うとアル中3日目のごとく手は震え出し、マスキングでやってみると反抗期の楽器のようにテープが言うことを聞きません。強行で塗装してはみ出す。修正しようとしてさらに悪化。ガタガタと震えが止まらなくなりウェザリングでごまかす。想像以上に黒くなって精神崩壊。この小さな地獄を楽しむマゾヒズムはとても美しいのでございます。ブラック塗装が乾燥して戻ってきました。
マスキングを剥がすことに疲労を感じたのは初めてです。本当にこの塗り分けで良かったのか不安に苛まれます。小さなパーツには滲んだ箇所もございましたが、メインのカウルはきれいに塗り分けることができました。塗り分けた境界線はざらついた段差が生まれるので研磨します。紙やすの6000番くらいで軽く研ぐだけで目立たなくなります。大きなシートにびっちりとデカールが並ぶ様に気分も高揚しますね。スポンサーデカールは少ないですがメインカラーの重要なデカールが多いです。配色図と箱の写真を参考に何度も確認しながら進める必要がございます。まずはミシュランのビバンダムから貼り付け。さすがカルトグラフ製。びっちりと追従する粘着力は素晴らしい。リアカウルの複雑な形状に大きめのデカール。エキゾーストパイプの排気口があるので位置合わせは慎重。モールドも刻まれていますが優れた追従性のおかげですんなりと進みます。ここからは一気に難易度は跳ね上がります。フロントカウルの一番目立つ箇所。塗り分けたブラックとの位置関係。カウルのつなぎ目をまたぐシーンが連続します。デカールが曲面をトレースできる限界値ギリギリを攻める工程。普段の10分の1くらいの呼吸率にも気がつかない緊張感。一つ貼り終えるごとに休憩も長くなります。リアカウルにもカウルをまたいでデカールを貼ることがほとんどです。このキットはカウルのつなぎ目をわざと狙ってデカールが用意されているのかと思えるほどに、苦難の連続が永遠と楽しめます。コックピット工具はデカールをカットするには酷な形状。緩やかな曲線が続きラインは鍵のようにギザギザ。ちっちゃもこういう形なのでしょうか。ギザギザカットは集中しすぎて録画ボタンを押し忘れる始末。これはもう国賊扱いでボコボコにされても文句は言えませんね。このキットの最難関はこちら。3つのパーツに分割されており、空気が流れる深いくぼみにきつい曲面。これは塗装の方がはるかに楽ですね。まずは組み合わせるパーツを仮組み。このギザギザをまたいで細く長いデカールを貼り付けます。ある程度位置合わせをしたら筆や爪楊枝で微調整。
なんとかカットした後に分割も成功しました。信じられないことにここは4つのパーツをまたぐことになります。ここまで来るとどんどん難しくしてくれと懇願するようになりませんからね、タミヤ様。普通のモデラーにはこのサディズムは理解できないのでほどほどがよろしいかと。このキットが完成した時は怠惰の限りを尽くしたいです。この時点でもどこの部品なのかわからない複雑さにめまいがします。ようやくメインのデカールを貼り終えた頃には体力ゲージもゼロでございます。数匹のカラスがやけに騒がしいと思ったら、ひっくり返った亀のちびちゃんがいじめられていました。田植えが終わった田舎ではよくある光景。普段は食物連鎖に手出ししないのですが気まぐれで関わってしまいました。これからあなたが運よく40年ほど生き抜くことができたら、私を竜宮城に連れて行ってください。玉手箱は受け取らず居座りますのでご了承ください。ここからはスポンサーデカール。まずは日本の国旗を掲げてみましょう。当時間違いなく最速を誇った耐久マシン。ガズーレーシングはトヨタの中古車サイト、ガズーから生まれました。社員たちがこの名前でレースに参加して車作りの腕を磨いたのが始まり、今ではトヨタの公式レーシングブランドに採用されました。ベイズは日本の高性能ホイールメーカー。軽量で光合成な単造ホイールを開発しています。スーパー GT や耐久マシンに使用される世界的に信頼されるブランドです。デンソーは自動車の電子部品や空調機器を愛知県から作り出します。世界中で採用され安全で快適な車作りを支えます。こんなに小さなデカールもあるので先の細いピンセットは必須。マイク・コンウェイ、小林カムイ、ホセマリア・ロペス。このドライバーたちは2019年の開幕戦から最終戦まで一貫して維持されました。ルマンでは勝利を逃しましたが、最終戦となるバーレーン8時間レースでは7号車がポールトゥインを達成し、この3人がウェックドライバーズチャンピオンに輝きました。TS050 ハイブリッドにとって最後のシーズンであり、7号車のドライバーたちにとっても記念すべき成果となりました。デカール作業の最後には補修をお忘れなく。ちなみに補修用のデカールも付属していました。ガイアノーツ様の EX クリア。最近ストックを買い足すのを忘れがち。乾燥待ちにシートベルトをペタペタ。艶消しクリア吹こうと思いましたが面倒すぎてやめときました。ルーフはメッキ加工されておりとても綺麗です。画像や映像では気がつきませんでした。
こんな発見もプラモデルならではですね。水を張った田んぼから聞こえる虫の声が深夜の作業を癒してくれます。闇を超高速で駆け抜ける耐久マシン。多頭式 LED システムの発達により凄まじい最大光量を発揮します。その左右のユニットで数百万から1000万円ほどとのこと。砂吹き2回。1対1の本塗り3回。1対2の仕上げ1回。宝石の表面を撫でた時のようなしっとりとした光沢が生まれました。タミヤ様が用意してくださったウィンドウ用マスキングのおかげで仕上げも綺麗です。このマスキングが同封されてないキットは作りたくないくらいですね。過去一に細分化されているボディパーツを組み立てていく作業。驚異の精度でピタッと隙間が埋まっていきます。ステアリング周りはデカールによってカラフルなケーキ類を再現できます。貼り付けるときは軟化剤ドバドバで漬け込んでください。立体パズルのように組み立てる作業は他社様には真似できない所業。タミヤセメントが糸を引くようになり限界を迎えました。動脈硬化を起こしたようにドロドロになってます。そして新品のタミヤセメントがこちら。サラサラの血流に今年の健康診断は期待できそうです。やはり接着剤はもったいない精神で使い続けると損しますね。新品のタミヤセメントのおかげでサクサクと組み上がります。厚塗りしたクリア層を感じさせない精度。どんな設計をしたらこんなにすんなりとはまるのでしょうか。塗装をせずともパーツがはまらない棒メーカーの目に押し付けたいくらいです。梅雨の合間、しっとりと濡れた石畳を歩いて小さなトンネルをくぐります。静けさに包まれたその先には新緑のガーデン。葉の重なりをすり抜けるように小川が流れ、ヨッペの人生で2度も落っこちた最難関エリアに期待が膨らみます。そこからさらに森の細い回廊を抜けていきます。鳥のさえずり、風のささやき、土の匂い。歩みを進めるたびに心が静かになっていきます。やがて目の前に広がるのは、色とりどりの勝負が咲き誇る、誰も知らない秘密の園。と思っていたら結構人がいて私たちだけに秘密にされていたようです。自撮り棒を使って決めている陽キャまでいて草。内燃機関とハイブリッドシステムを組み合わせた高度なパワートレイン。2.4 リッターの V 型6気筒ツインターボ。そして前後に搭載するハイブリッドモーター。エンジンとモーターの総合出力は約1000馬力になるそうです。F1 にも遜色のない性能を24時間にも及ぶレーシングスピードで回し続けます。近年のテクノロジーの進化は凄まじく、90年代までのルマンによるリタイアの 40% がエンジントラブル。2010年以降は 10% 未満だそうです。メーカー KLMP1 チームは連続完走が当たり前になりつつある時代。かつてのレーシングカーは繊細で、壊れて当たり前の時代とは明確に異なるようです。もはや24時間のスプリントと化した耐久レース。次の進化が楽しみですね。
複雑に構成されたヘッドライトユニットの組み立て。とても難しそうに感じますが、タミヤ様の最新技術のおかげで最小限の工程で仕上げることができます。強く反射を表現してくれるインレットマークが付属。上からクリアパーツで再現された LED ユニットを装着します。この目力がみなぎる形。耐久マシンにふさわしい美しさでございます。ホイールのセンターロックはブルーを入れることで一気に冴えます。おしゃれは足回りからと言いますからね。昔から軸キャップは変わらぬ姿で生き続けます。切り込みを入れてホイールの装着を簡単にするのですが、昔よりも詳細に再現されているのに頑丈になった近年のキットでも必要な作業。TS050 のブレーキはブレーキバイワイヤーシステム。ドライバーのブレーキ操作は電子信号に変換され制御ユニットに送られます。フロント側の回生ブレーキは、ジェネレーターが減速時に車輪の回転エネルギーを電力に変換。制動力の一部を回生によって担うことにより物理的な摩耗が少ないそうです。そのことによりブレーキの耐久性も向上し、2019年のルマンでは一組のパッドとローターで走り切ったそうです。そしてついにコックピットと足回りが合体しましたね。耐久マシンでは今までに見たことがないタイプの組み立て方法。いかにこのマシンが異様な形で構成されていることを実感します。太ったフォーミュラのような車体に無理やりフェンダーをつけた風貌。なぜかこの姿に惹かれてしまい、まじまじと眺める時間が長くなってしまいました。そしてフェンダーの後端部分。ここの造形はタミヤ様のこだわりが強く感じます。私からの詳しい紹介は控えさせていただきますが、ぜひ皆様ご自身の手でその魅力を体験なさってみてください。鶏のトサカのような空力パーツはドーサルフィン。クリッケンハウス007が最も早く採用した例として知られています。車体上部を流れる空気をリアウィングに効率よく導き、横転やリフトアップしそうな状態でも空力バランスが崩れにくいとのこと。現状で新品購入できるキットなのでさすがに綺麗なタイヤ。タイヤのパーティングラインも最小限といったところでしょうか。フロントタイヤだけ研磨して消しておきます。最近のレーシングマシンはタイヤマークが派手でおしゃれですね。ミシュラン製のタイヤは全58インチ。天候や気温により5種類のコンパウンドを使い分けていたそうです。TS050 はハイブリッドによる前輪のモーターで4人駆動となり、タイヤにかかる負荷が独特でした。
フロントは回生ブレーキにより摩耗が激しく、トヨタは左右と前後を別々に交換する戦略や、驚異のトリプルスティントを実行したそうです。2025年時点でルマン24時間耐久レースは102周年にあたります。1923年の開催から1935年に起こったストライキでの中断。第二次世界大戦中の長期休止を経て通算で93回目の開催。子供の頃、眠らないサーキットで、夜空の星のようにライトを輝かせて走るマシンたちを見て驚愕しました。私たちが眠ってしまっている間にもレーシングスピードで走り続けるマシンを、いつものレースとは違う雰囲気に飲まれていたのかもしれません。昼が夜になり、夜がまた朝を迎える頃、オイルや虫がこびりつき夜露で汚れきったマシン。無残にもカウルが吹き飛び補修されて走るマシン。朝焼けに照らされ走る姿に見とれていました。そして過酷なレースに挑戦を続け40年を迎えるトヨタ。彼らの挑戦は過酷の極みを尽くしました。1985年、トヨタは一つの夢を胸にルマンの地に立ちます。世界一過酷で長い24時間。早すぎる海外メーカー。壊れるマシン。何の因果か巻き込まれるアクシデント。誰かの責任なのか。あいつか。俺か。マシンが止まった理由なんて探せばいくらでもある。バカバカしい思考に溺れそうになる日々。失敗した。壊れた。だからなんだ。何度でもやってやる。進化のための挑戦が長く続きます。そして2018年、トヨタはついにルマンの頂点に立ちます。33年の苦闘の先にようやく掴んだ悲願の勝利。ですがその瞬間から世界が変わります。トヨタの背中を世界が追い始め、名だたる自動車メーカーが勝者を引きずり下ろそうと牙を向きます。勝ち続けることの苦しさ。進化を止めればたちまち過去になる。だけど、それでもいい。何度でもやってやる。この40年は無数の再挑戦の記録。そしてその後、トヨタは世界の自動車メーカーの熾烈な覇権争いの時代へと巻き込まれてゆくのでございます。トヨタガズーレーシング TS050 ハイブリッド完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。